一応藁床なんで、はい、万が一のためにこういった棒ダニシートをつけます。でこの上に表をつけていきます。はい。これは今このいぐさの筋を見てます。でまっすぐなるように今こうやって調整してます。こういうふうにきっちり表を引っ張ってないと、はい、シーターと緩んできて、で早く擦れたりしますので、はい、きっちりこう引っ張るのが必要になります。はい、でこの表はこういうふうに橋口さんっていう方が作られた表で、はい、ここにハンコも押してあります。でこれが JA に登録している個別の番号になります。
包着が終了になります。いずさっていうのは、いずちで染めてあります。いわゆる泥染めをしてあるんですけど、それが表面にまた土残っているので、それを特殊な掃除機で吸い取っていきます。この印が柱があるっていう印ですね。ここに柱があって、その柱がちょっとだけ出っ張ってるので、それに合わせて畳を作るっていう印ですね。このシートをこの横側にも
京都式とか関東式とかあったりして、うちの場合は神戸式なんですよね。でも神戸の畳さんの中でもちょっとずつ違ったりするので、この形は完全に奥井式ですね。うちのおじいちゃんからずっとこの形で奥井啓太と言います。今年は33になる年なんですけど、なかなか若手職人ということで珍しい立場かなと思います、はい、奥井畳店というところにいまして、でそこの3代目としてやっています。奥井畳店は昭和33年からずっとここの神戸灘区にずっと今日構えているような形で地域の皆さんに愛され続けて、はい、今も続いているという状態ですね、はい。うちは結構国産の畳表であったりとか、国産の畳っていうところにこだわりを持ってます。国産の畳表って言ったら大体熊本県で作られるのが主にはなるんですけど、それをもう絶対使うというふうに決めています。で中にはその中国産の畳とかがあったりもするんですけど、そうじゃなくってちゃんと日本古来のものを使っていくっていうことを、こだわりを持ってやってます、で畳自体がオーダーメイドでできるものになるので、大量に一気に大量生産するとかいうことではなくって、一つ一つのお部屋に合わせて畳を作るということを心がけています。なので、大体のお家がもう歪みはあって当然なんですね。なのでその歪みがあって当然のところにぴったり畳を収めるために一つ一つオーダーメイドにして作っています。先ほどもちょっと言ったんですけど、若手の畳職人ってかなり珍しいんですね。それだけ畳職人っていう職業、あと立場がかなり少なくなっていてます。で35年とか、それぐらい前には、2万件ぐらい畳屋さんがあったんですね。ただ今はもう2000件程度になってしまっています。で畳を作るためにいぐさ農家も必要にはなってくるんですけど、それもめちゃくちゃ減って、今はもう200件ちょっとぐらいまで減ってしまってます。で畳ベリュ畳の縁ですね、その縁の部分を作るその工場もめちゃくちゃ少なくなってしまって、で純棉とかその天然素材を使うような畳のへりを作ってる工場ももう全国で見ても指で数えるぐらいしかないです。で、畳の床ですね、その畳の中身、それは、今までは従来はその藁床っていうものを使っていたんですけど、その藁床を作る工場も今めちゃめちゃ減ってますし、で藁床自体もかなり減っていってしまってます。だから畳を作るための道具もそうですし、で材料、畳表であったりとか畳床であったりとか、そしてそれを全部を束ねる畳職人の数もめちゃくちゃ減っていってます。で日本文化の代表であるような畳が今も消滅の危機にあるんですね。なので頑張っている畳業界の方々たくさんいるので、そういった方々を見かけたらですね、ぜひ応援していただけたらすごく嬉しいかなと思います。でうちの場合だったら、例えばその
畳のヘリですね、オリジナルのもので藍染めの畳のヘリっていうものを作りました。今までは畳のヘリをザブッとこう藍染めで染めるっていう形はあったのはあったんですけど、それは実は日本の染め方ではなかったんですね。なので僕自身はもう日本のものだったらもう日本の作り方でしようということで、一本一本の糸をこう染める、藍染めで染めていってそれを織るっていう形で作った、日本に一つしかないような、そういった作り方でされた、畳のヘリです。でそういったものを作ったりとか、あとは畳のセッタですね、それを作ったりとか、といったことをして畳っていうものをこうなんとか皆さん認知していただけるように、そういうふうに工夫してます。